ちは、インクレディブルーのグミです。今日はこちらのペーパーフォルダーをご紹介いたします。かなり、このように厚みもあるので収納力があって細かな素材がこちらの窓から見えて何が収納されているのかわかるのと、あとこのようにフラップが両サイドについているので飛び出す心配がありません。このように振っても飛び出しないのでとても便利です。今日はこちらの作り方をご紹介していきます。サイズは皆さんの収納する場所のサイズに合わせてお作りするのをお勧めします。なので、どのようなサイズでもできるかと思います。箱に収納される方、あるいはこのような缶に収納したい場合は、この缶のサイズに合わせるとか、あるいは箱に収納してもいいですし、このようなファイルホルダーに収納するのであれば、このサイズに合わせてお作りいただくということもできると思います。ご自分のサイズに合わせて作れるように今日はご紹介いたします。それではやっていきましょう。まずはじめにサイズなのですが、このようにご自分が作りたいもののサイズで透明なシート、こちらはクリアファイルを使ってます。クリアホルダーのこちらは A6 ですねをカットしました。ご自分が作りたいサイズをまずこちらのクリアフォルダで作ってください。そしてこちらが作りたいサイズでしたら、ここから1センチ1センチ 1.5 の 3.5 センチ、こちらも 3.5 センチ、両サイドを 3.5 センチなので7センチ作りたいサイズの横のサイズにプラスしてください。そして縦ですが、縦も下が 3.5 センチ、1センチ1センチの 1.5 の 3.5 センチ、そして上はこちらの蓋の部分になりますので、大きさに合わせて蓋のサイズはご自分でお好みのサイズで作ってください。だいたい 2.5 センチから5センチぐらいがおすすめです。このように小さいサイズですと1インチの 2.5 センチぐらいがいいのですが、大きいものですとだいたい2インチ5センチぐらいがいいと思います。そしてこちら一応ここでスクショを取っていただいて、そしてマチの部分ですが、今1センチ1センチの2センチの高さに取ってますが、ここですね、このマチのサイズもご自分でもう少し高さを作りたい場合はお好みのサイズにしてください。そしてここのフラップの部分ですね、今私は 1.5 センチでサイドと下を取ってますが、こちらももう少し素材によっては大きくしたいなという場合はお好みのサイズに変えてください。2センチでもいいですし、でも 1.5 センチより小さいとちょっとあまり効果がなくなるので 1.5 センチ以上がおすすめかと思います。それでは作っていきましょう。はじめにクリアホルダーを自分で作りたいサイズにカットします。クリアホルダーのサイズは何でもいいですが、作りたいもののサイズにカットしてください。で、今私は縦が12センチ、横が17センチにカットしてます。例えばこのような缶に入れたい場合はこれだと大きいので、横のサイズを缶に合うサイズに合わせてください。あるいは皆さんは引き出しですとかボックスに収納したい場合はそのサイズに合わせてお作りください。そして両サイドが 3.5、3.5 なので横の17センチに7センチをプラスします。もし
羽の部分をもう少し大きくしたい、あるいはマチの部分をもう少し大きくしたい場合はお好みのサイズに変えてください。そして上ですが、今12センチにしたいので、下に 3.5、 そして上は5センチ。そうするとこのサイズのペーパーホルダーが仕上がります。なので今縦が12センチ、横が17センチなので24センチ。縦は大きい方の5センチにしてますので、蓋の部分ですね、5センチにしてますので 20.5 になります。今ちょうどここが 20.5 ということなので、 A4 のこの横幅の21センチを使っていこうと思います。そうすると少し縦が大きい感じになりますが、多少のずれ、5ミリぐらいのずれは大丈夫なので、この幅を使っていこうと思います。なのでここは21、そしてここを24にして A4 をカットしていきます。今のように紙のサイズがもう決まっている場合は、紙からこのサイズを外側から取っていくということもできます。ただ横幅だけは自分のサイズに合わせていくのもいいと思います。24センチでカットしていきます。折れ線を入れていきます。折れ線はまず両サイドを入れてから下、上というように入れていこうと思います。1.5、外側から 1.5、1センチ、1センチ。左側も外側から1.5、1センチ、1センチです。そして下も同様に 1.5、1センチ、1センチです。1.5、1センチ、1センチ。1.5、1センチ、1センチです。スコアリングボードをお持ちの方は使ってください。上の部分はフラップをこちらの大きいボルダーにしたいので5センチにします。だいたい2インチです。このようになりました。まずは折れ線の両サイドと下を折っていきます。一番奥の線でまず折ります。それを反対側に折り返します。1センチで折り返します。そして 1.5 センチを上にします。左側も一番奥の線で 3.5 センチの線で折ります。1センチを手前に折り返します。1.5 センチを折り返します。
一旦広げて、下の部分ですね、こちらを同様に一番奥の 3.5 センチで折ったら1センチで折り返して、また 1.5 センチを折り上げます。最後にフラップの部分の5センチを折ります。ここは軽く折っておいた方がいいです。なぜなら厚みが出てくるとだんだんとこのように2センチの立ち上がりがあるので、こうなって下の部分が上がってくるので、今ここで軽く折ってますが、だんだんと折れ線の部分が変わってくると思います。はい、このように折れ線ができました。それではカットしていきます。まずフラップの部分、ここをカットします。3本線をカットしていきます。そしてこの両サイドを折った時に、このように折ったラインが見えるところで斜めにカットします。ここも2つ折ってですね、ここですね、こうしちゃうと切れないので、こう広げた状態で斜めに垂直にカットします。このようになります。次に下の部分をカットしていきます。両サイド折った時にこのようになりますね。それを広げた時に一番外側の線をまず横の3本のラインのところでカットしますが、ここも斜めにカットしましょう。そしてここは2本つなげたままここまで切ります。こちら側もここまで切ったら、ここを斜めに切り落とします。そして2本をここで切ります。これからここのマチの部分のやり方を説明していきます。ちょっとここは難しいので丁寧に説明していきたいと思います。まずここを広げた時に、ここのマチの部分だけをこのように折ります。そして先ほどカットしたここの部分を横に折ります。こうですね。そしてここを広げた時に、今三角にこうお家の形になってるかと思うんですけれど、ここの屋根の部分を後ろから指で押してあげます。そうするとこのようになります。そしてここを広げます。そうすると本当にお家がまたできるかと思うんですが、ここの屋根の部分でまた上に折り上げます。これで OK です。もう一度やります。ここでやっていきましょう。ここの2本のマチの部分ですね、ここで折ります。そしてここカットした部分をこのように垂直に折り返します。三角にですね、ここが三角になってる。で一旦広げて、ここに指を当ててグッと押してあげます。今ここが山になってる部分がグッと押すと谷になります。そしてここを折ります。このようになりました。そしてここを広げます。広げるとお家の形になります。そしてここの屋根の部分で向こう側に折り上げます。なるべくここはギリギリグッと折り上げた方が、切れない程度に折り上げた方が、あまりここが甘いとここからはみ出てしまうので、しっかりと
折り上げてください。そしてここに今糊をつけて下の部分をこのようにここに貼ったら、これを下に下ろして貼っていきます。もう一度説明します。今このようになってるかと思います。そしてここのマチの部分にここに糊をつけて1段目をここに貼ったら、ここにも糊をつけてここを下ろしてあげます。こうですね。もしこの時点でここがちょっと長いのが嫌だなと思ったら、もう少しカットしていただいても構いません。とりあえずこのまま貼っていきます。ここに糊をつけていきます。マチの1段目をまず貼ります。そして2段目はこちらを下ろしてください。折り返してください。で、押さえます。キュッキュッキュッと。そうするとこの立ち上がりのマチの部分がきれいにできるかと思います。最後に透明シートをここに貼っていきます。これは両面テープの方がいいかと思います。この部分に 1.5 センチ幅の両面テープがあればその方がいいかと思います。こうしてここを両サイドのフラップは必ずこの透明シートを下ろしてから下ろして最後に蓋を閉じるという順番になります。ここのコーナーをコーナーパンチでカットするといいと思います。ここのフラップの部分ですが、今日はマジックテープを使っていきます。両面のお好みで玉紐にしたりマグネットにしたり自由に蓋の部分はお作りいただければいいと思います。こちらのマジックシートは Amazon で購入しました。ちょっと2センチのサイズで、このサイズにはちょうどいいのですが 1.5 センチや1センチのサイズもありました。お値段がそれぞれ違いますので、一応私が購入した2センチのこちらのマジックテープを概要欄に貼り付けてリンクを貼り付けておきます。だいたいマチが2センチになりますので、あまりギリギリですと蓋がだんだんとこう上がってくるかもっていうことを考えると、比較的手前よりも真ん中ぐらいがいいと思います。片方をまず外します。そしてだいたい真ん中あたりに貼り付けます。ちょっとこの辺かな。でこちら側を剥がしてこれで蓋をします。はい、これで出来上がりです。ちょっとこの印がかっこ悪い。後で消しますが、これで完成になります。
敵なデザインペーパーやカードストック、私のようにこのようにスタンプで飾っていただいてもいいかと思います。ただデザインペーパーあまり薄いものですと意外とヘロヘロなフォルダーになってしまいますので、このクラフトも比較的厚手のクラフト紙を使ってます。あまりペラペラですとちょっとこちらのマジックテープの方が勝ってしまう、粘着の方が勝ってしまう場合もございますので、もう少し厚手のものを使うのをおすすめします。いかがでしたでしょうか。このようにちょっと余ってしまった素材たちを、これですね、これはもういっぱいになってしまったんですけれど、比較的たくさん入りますし、この中から探すことができると思います。こぼれないようにですね。そしてフラップを閉じてしまうと、このようにきちっと収まりますので、ご自分の収納する場所に合わせてお作りいただくといいと思います。サイズに関してもご自分のお好きなサイズに変更していただいていいと思います。ぜひ皆さんが参考になれば嬉しいです。それでは今日はこの辺で失礼します。最後までご視聴くださりありがとうございました。